Telling her to calm down. My head in my hands now. Play it back, I still can't seem to figure out. When the rain came and we became a mosaic here on the ground. Baby, I can't seem to trace it. We went from weightless to dragging our feet on the floor. Lost in translation. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は本当に使ってよかった手帳4選ということで、マークスさんから出ている大人の日常に寄り添う4つの手帳、スケジュール以外のおすすめの使い方とともにご紹介します。それでは早速行ってみましょう。まずは大人気、人生を編集する手帳、エディット1日1ページ手帳をご紹介します。エディットの中でも人気ナンバーワンのフォーマットはこの1日1ページタイプ。自由度の高いレイアウトで1日の予定とか日記、アイデアをたっぷりと記入することができます。書くことが好きで人生そのものを日々編集したい方には特におすすめ。ページ数の多い1日1ページ手帳ですが、薄くて軽い裏抜けしにくい紙、マークスのオリジナル手帳用紙、ネオアジェンダが使われているので、書いた文字が見やすいだけではなく、カラーペンのインクの色が美しく映えるという特徴があります。そんな私もエディットの人生を編集するというコンセプトに惹かれて3年以上この手帳を使っていました。こちらは実際に使っていた時の様子を再現したものです。月のテーマや月間プランを考えたり、右ページでは読みたい本リストを付箋で管理して、読めたら本棚に記録していくということをやっていました。自分を成長させたいという時期にたくさんインプットしてアウトプットする、その管理がとっても楽しかったです。フォーマットに沿って記録するだけで本当に人生を編集してるんだなぁと実感できる手帳。理想や目標という未来をイメージすること、予定や日記という今を記録すること。私の最大のお気に入りポイントはこの2つをバランスよくコントロールできる点です。あまり気づきにくいところですが、さりげないガイドラインだったり、文字やイラストが描きやすいドット系だったり、デザインの面からも使う人をサポートする設計は他にはないエディットの特徴だと感じています。では1日1ページのフォーマットも確認してみましょう。私の場合、自分の好きなひな形を作ってどこに何を記入するのかあらかじめ決めておくのが定番です。24時間軸は未来のために使った時間の管理。例えばこの時間に本を読んだよという記録とか、ガイドに従って区切りもつけています。テーマごとに表題をつければポイントごとの振り返りも簡単。1日のまとめは少し目立たせておくと時間がない時でもパッと頭に残りますよね。私は緑以外のカラーは暮らしの記録として書き留めているので、フォーマットは同じでも中身はとても自由な使い方をするのが好きです。逆に緑は自分を成長させる情報、イヤープランページに印をつけて、その日付をめくればすぐに見直しができるという仕組みを作っていました。1年間でどれだけ集中できたのか俯瞰して確認できる仕組み作りはエディットなら簡単に実現できます。カラーペンやマーカーをたくさん使っても真っ白な専用用紙に裏写りした形跡はないですね。見ているだけで文字やイラストが描きたくなる面白い手帳だなぁと感じています。ちなみにテーマごとの表題におすすめなのはいつも愛用しているこちら、マークスのマステ水性ペンで描けるマスキングテープタイトル用。このマークスのマステシリーズは好みに合わせていろんなテイストからセレクトできるとても便利なマスキングテープです。私が使ったのは落ち着いたデザインが6種類入っているこのタイプ。ミシン目が等間隔に入っているのでハサミなしでも綺麗に切り離せて、しかも
いつも使っている水性ペンが使えるので、手帳デコが苦手な方や基本的には筆記用具だけでページをまとめたい方にもすっごくおすすめできるアイテムとなっています。ここまでエディットの使い方について触れてきましたが、エディットは表紙のカラーバリエーションも豊富で、必ず自分の好みが見つかるようなおしゃれで素敵な色が多いです。今年はどの色にしようかなと新色を確認しながら手帳を選ぶのもいいですね。あとは毎日気持ちよく使うために手帳のフリーページで裏写りチェックをすると完璧。万年筆からマーカー、スタンプ、日頃使っているものをまとめてみました。油性インク系のスタンプは付箋やメモ帳にスタンプしてから活用すると良さそうです。本当に使ってよかった大人気の人生を編集する手帳。1日1ページで迷ったらぜひエディットを試してみてくださいね。続いて1週間が見開きでパッと確認できるエディット週間ノートをご紹介します。上下で異なるフォーマットはトゥードゥ管理しやすい手帳として仕事手帳からライフログ、資格、受験勉強まで幅広く活用ができます。各ページに月のカレンダーがついているので週の計画が特に立てやすいフォーマット。エディットの人気コンテンツであるプランニングページを活用すれば具体的に自分の目標や夢にも近づくことができますよ。例えば家事ノートの場合、マインドマップで頭の中をすべて書き出して3つの大枠リストに整理すると1年間のイメージやプランが立てやすいです。大きな計画からだんだんと具体的に小さい計画に落とし込む作業は家事ノートに限らずトレーニングやダイエット記録などでも応用ができますよね。イエローは毎月やっておきたい名もなき家事リスト。月の初めにやる日を設定しています。ブルーは季節ごとにやっておきたい名もなき家事リスト。あらかじめ季節ごとに書き出しておけば忘れる心配がありません。名前がない家事にあえて名前をつけることで普通の日常が特別なものへと変化します。メインの週間ページは上半分が自由に使える3分割のざっくりバーチカル、下半分はメモ欄です。1日の流れは縦軸を見ればすぐにわかります。色ごとに意味付けをしてカラーペンと黒ペンでメリハリをつければ楽しい1週間を過ごすことができそう。頑張りを見える化するのにぴったりな週間ノート。たくさん文字を書いた時の裏写り具合はこんな感じです。次のページに影響が出ないお気に入りのペンやカラーペンで日々生活の質を上げていきたいですね。余裕があれば可愛い手帳アイテムでモチベーションを上げてみましょう。このマークスのマステ水性ペンで書けるマスキングテープシリーズはスリムタイプもかなりおすすめ。このようにロール状になっていて簡単に手でちぎることができます。全部ミシン目入りだからサイズ感も統一されて全体的な見た目も綺麗ですよね。ここでは頑張った自分を褒めるちょっとしたメモ欄として活用しています。家事、勉強、ダイエットなどやりたいことが決まっているときはぜひ週間ノートで楽しい管理をしてみましょう。続いてはスマホと変わらないほど小さいエディットの1日1ページ手帳 B7 サイズをご紹介します。小さな1日1ページ手帳は一度使うともう手放せないというリピーターの多いアイテムです。ひらめきやトゥードゥなどを気軽に書き留められ、ビジネスでもプライベートでも使いやすい一冊。実は私の父もこのサイズ感がとても好きで毎年 B7 サイズを使っています。たった12センチほど、重さもすごく軽いので自分の小さな分身のような感覚で持ち運べますよね。
例えば音楽や本、映画や漫画など心を揺さぶる言葉に出会った時にささっと記録しておけば自分だけの言葉ノートが作れます。ちょっと辛いことがあった時、そっと読み返すと元気になれるお守りのような手帳もいいですね。ポケットや小さなバッグにも入り、デスクの上でも場所を取らない手のひらサイズの B7 ノート。どんな隙間にもフィットするサイズ感をぜひ感じてみましょう。そして今よりもミニマムに本当に必要なものだけを詰め込む喜びをじっくり味わってみてほしいなと思います。最後は手帳デコを日々楽しむマークスのログダイアリーをご紹介します。マークスのログダイアリーは日付が入っていないので、いつからでも始められる自由なダイアリーです。毎日続けるのはちょっとハードルが高いなという方にとってもおすすめのノート。カラー展開も豊富なので、パーソナルカラーや推しの色に合わせて気分を変えるのもいいですね。中面のドット罫線もそれぞれの表紙カラーと同じ色が使われているので、あえて黒ペン1本でロゴを残しても物足りなさは一切感じません。育児日記や趣味ノート、推し活、小さな成長やストーリーを記録することで自分だけの宝物を増やすことができます。ちなみに私は今、1日のスペースが程よい大きさの B6 見開きウィークリータイプを使っていますが、ログもデコも思い切り楽しめる1日1ページタイプもすごく大人気なので、実際に手に取って見比べてみてほしいなと思います。マークスさんからは大人が使いやすい上品な手帳デコアイテムがたくさん出ているので、ぜひ合わせて使ってみてください。見るたびにほっこりするノートを一緒に作ってみましょう。ということで今回は本当に使ってよかった手帳4選、マークスさんから出ている大人の日常に寄り添う4つの手帳をスケジュール以外のおすすめの使い方とともにご紹介しました。もっと詳しく知りたいよという場合はぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。あなたの好奇心や情熱がたっぷりと詰め込めるお気に入りの一冊が見つかることを祈っています。Yeah, your heart is a sun.